こんにちは、ぴょんです。2023年最新版ハワイ情報をお届けいたします。物価は高い？おすすめのレストランは？旅費の総額は？皆様からよくいただくご質問をこの動画1本で全て解決いたします。大人2名でこういう風に過ごすとこれくらいの金額がかかるんだという一つのご参考にしていただければと思います。なお、この動画内では当時のレート1ドル135円で計算しています。成田空港からの出発です。今回はファーストクラスを予約しています。ファーストクラスはチェックインカウンターから特別な空間です。ANA のエアバス380型機2階建ての飛行機フライングホヌのファーストクラス搭乗機をラウンジや機内サービスまで別の動画に詳しくまとめておりますので、ぜひご覧くださいませ。この動画の終了画面にリンクを貼っておきます。ハワイ便はいつもあっという間に着いてしまって、今回も飛行時間は6時間ちょっとでした。虹のお出迎え、幸先がいいです。ちなみにスーツケースはレンタルサービスを利用していて、今回はリモアサルサエアーの91リットルにしました。空港からワイキキまではウーバーがお得です。空港ではウーバーを呼んでいい乗り場が3カ所に決まっています。ハレクラニホテルまで 18.9 ドルでした。乗車前に金額がわかるので、海外では特に安心ですね。チップの有無も任意です。ハレクラニホテルはワイキキの中心地に位置していて、空港から普通のタクシーでは35ドルくらい、バスを使うと3ドルなのですが、スーツケースを乗せてはいけないため旅行者には不向きです。今回は5泊の日程のうち最初の3泊をハレクラニホテルでお世話になります。朝早くホテルに到着してしまったのですが、快くチェックインをさせていただけました。ほとんど寝ておらず疲れていたので本当に助かりました。カフェラテが飲みたいので ABC ストアで牛乳と小腹が空いたのでおにぎりを買ってきました。ネスプレッソカプセルに粉コーヒーバージョンがあり嬉しいです。客室やお食事などハレクラニホテルでの詳しい滞在の様子は別の動画にまとめていますので、終了画面にリンクを貼っておきます。海外旅行は東に進むとき時差ボケが結構辛いですよね。まだ夕方ですがおやすみなさい。おはようございます。ベランダでコーヒータイムにしましょう。15時間も寝ることができました。ロビーにその日のお知らせが書いてあります。本日は17時半からハウテラスで何かあるようです。ホテルから歩いて40分ほどのところにある人気のイタリア料理店ベルニーニへランチに来ました。まずはお料理のメニューを選びます。日本語を話せる接客の方がいらっしゃるので安心です。30ドルで3品のコース、58ドルで4品のコース、98ドルで7品のコースがあり、58ドルのコースを選択しました。前菜の盛り合わせです。イカとグリーンリーフ、
サーモンとクリームチーズのカナッペ、カポナータ、じゃがいもの温かいスープ。日本人好みの味付けだと思います。改めてメニューを見てみましょう。パスタとメイン料理をそれぞれ2種類から選択できます。本日のシェフのスペシャルパスタはカニのトマトクリームスパゲッティ。ソースの塩加減、麺の茹で加減もバッチリです。ウニのペペロンチーノを選ぶと追加料金がかかります。こちらもとても美味。コースとは別にパスタをもう1品単品で注文し2名でシェアしました。エビとアンチョビのクリームソーススパゲッティです。メインでお肉料理を選ぶとこちら、アンガスビーフのタリアータ。本日のお魚料理はしっとり焼き上げられたスズキ。敷いてあるクリームソースはバターの風味が効いていて、これまた美味しいです。最後にデザートの盛り合わせです。どのお料理もパーフェクトに美味しかったです。食後にコーヒーを注文しました。ちなみにお化粧室も綺麗です。広々した個室でアメニティなども揃っていました。お会計の総額はこちらです。帰りも40分ほど徒歩でホテルへ戻ります。日本では考えたこともなかったのですが、海外では歩くときにマップの最短ルートではなく、できるだけ大通りを選びながら目的地へ進むと良いと思いました。比較的治安が良いとされているハワイでさえ、細い道に入るとなんだか暗い雰囲気がしたり、明らかにおかしい人とすれ違ったりもしましたので、常に警戒心を持ちながら、そして時間に余裕を持って行動しましょう。海外旅行先でその国のスーパーマーケットへ行くことがお好きな方が多いとよくお聞きしますので、今回は滞在中にいろいろと訪れてみます。母からお土産にカレンダーが欲しいと頼まれているため、どこに行ってもまずはカレンダーを探します。ウォルマートはアメリカに本社を置く世界最大規模のスーパーマーケットチェーンです。日本には店舗がないのでご存じない方も多いと思いますが、なんと世界27カ国で約11,300店舗を展開しています。日本ではあまり見かけないようなアメリカ感のあるものが可愛いです。美容系のコーナーが楽しくていつまででもいられそうです。クレアーズは日本にもあり、私は子供の頃よく行っていました。食品コーナーで物価を調べてみましょう。ハワイ産のマンゴーは1個589円。バナナは1ポンドで1ドルなので、この房の場合では380円。アボカドは4個入り1袋で502円。この大玉トマトは4個入りで1パック672円。このミディアムトマトは1パック338円。このミニトマトはたくさん入っているのに1パック203円。高いものが多いですが、たまにあれ安いというものもありますね。以上、ウォルマートからでした。私は海外の風景が大好きで、道路標識一つとってもなんだかおしゃれに感じてしまいます。
今回の旅では毎日1日2万歩くらい歩いていました。ホテルに戻ってきて少し休憩し、17時から新年を祝うホテルのパーティーに参加しました。詳しくはハレクラニホテルの動画をご覧くださいませ。昨日で時差ボケは完全に治ったものだと油断していました。目が覚めたら12時40分。急いでお化粧をして街へ繰り出します。昨日とは打って変わってこんなにいいお天気なのに遅く起きてしまいショックです。ハレクラニホテルからドン・キホーテまで歩いてきました。ハワイ産の南国フルーツもたくさん売られています。想像以上に日本語表記が多く、無意識でいても言語に困ることがありません。ここでもまずはカレンダーを探します。ハワイのお土産は街中で買うより安いです。ドン・キホーテとハレクラニは歩いて30分くらいの距離。周りの風景を楽しみながらのんびり歩いてホテルまで帰ります。ハワイは湿度が低くカラッとしているので過ごしやすいです。今夜はフレンチのフルコースをいただくので、朝ごはんと昼ごはんは抜きます。この日の夜ご飯はハレクラニホテル内のレストランラメールを訪れました。詳しくはハレクラニホテルの動画にまとめています。本当に素晴らしいレストランでした。おはようございます。昨日の教訓から今日は目覚ましをかけていたので9時に起きれました。今日の12時でハレクラニはチェックアウトです。お化粧をするのもベランダで。気分が上がります。12時にハレクラニをチェックアウトし、そのままトランプホテルへ来ました。ちなみにハレクラニとトランプの距離は150メートルほどです。まだチェックインができなかったのでお散歩をしながら待ちます。お部屋の準備ができ次第お電話をくださるそうです。13時30分頃にお部屋の準備が整ったとお電話をいただきました。今回はオーシャンビューのスイートルームに宿泊しました。詳しい内容はトランプホテルの動画でまとめております。キッチンや洗濯機のついたお部屋で快適に過ごすことができました。そして高層階でダイヤモンドヘッドから海を望む景色がとても美しかったです。お腹が空いたので海沿いにあるメキシコ料理の OMG へ来ました。私はブリトーやタコスが大好きで、日本にいる時もよくいただくため、以前からこちらのお店のことを気になっていました。日本で食べるメキシカンとはまた少し違い、マヨネーズ風の味がしました。こちらのお店はワイキキ中心地の海の目の前で立地が抜群ですね。でも観光客はほとんどいらっしゃらず、地元の方が多かったです。
本日はこれから1時間半ほど歩いてホールフーズマーケットという高級スーパーへ行ってみたいと思います。目の前に見えているのはダイヤモンドヘッドです。ダイヤモンドヘッドの脇を通り抜けてカハラという地区へ向かいます。ワイキキから30分ほど歩くと喧騒から離れた地元の方の日常が広がっていて、そのような観光地ではない普通の住宅街を歩くことがハワイでする私の好きなことの一つです。どこを切り取っても映画に出てくるような風景で飽きることがありません。目的地のカハラモールにあるホールフーズに到着しました。ホールフーズは自然食品やオーガニックフード、地元で採れた新鮮な食材などが売られるアメリカの高級スーパーです。お持ち帰り用のお弁当やお惣菜のコーナーもオーガニックフードで作られたお料理が豊富で、ヘルシーで味も美味しいと定評があります。たくさんの商品がきれいに並べられていて、店内を見て回るだけで楽しいです。魚介類は環境に配慮した漁獲法で取られたものなどが扱われています。その日に店舗で焼かれたベーカリーのセクション。ホールフーズで売られている商品は保存料、着色料、香料、人工甘味料、高果用不使用、厳しい基準をクリアしたもののみが店頭に並んでいます。雑貨が可愛くて素敵なので、こちらでお土産を選ぶのもおすすめです。私は日本では売られていないメラトニンのサプリを買いました。日本で輸入すると同じものが5000円くらいするので大変お得です。日が暮れてきましたので帰りはバスで帰ります。カハラとワイキキをつなぐルート 2L のバスに乗りました。同じ目的地でもその時々によっていろいろなルートのバスが通っていますので、乗るタイミングに合わせて検索をかけるといいと思います。無事にホテルへ帰ってきました。バス停を下車し、一旦ホテルのお部屋へ戻り、その後また同じバス停の前の道を通って夜ご飯を探しに行きました。後に事件が起きます。まず先ほどのバス停とホテルの位置関係がこちら。クヒオ通りとルワーズ通りの交差する場所にあるバス停で18時30分頃に下車しました。一旦ホテルに戻り、少し休憩してから夜ご飯を探しに出かけます。この日はレストランの予約などをしていないフリーの日であったため、私と夫は各自食べたいものを購入し、お部屋で食べようということになったのです。先ほどのバス停の前をまた通り、インターナショナルマーケットプレイスなどを覗きますが、これというものが見つかりません。夫の方は当初からロイヤルハワイアンセンター内のポケ丼屋さんがお目当てでした。ポケ丼屋さんのラストオーダーが21時と時間が迫ってきましたが、私はまだ迷っていたので、夫には先にポケ丼屋さんへ行っててもらい、私は後から合流しようかと一瞬考えたのですが、やはり海外ですし、20時台ではありますが、もう夜ですので、念には念をと思い、一人で行動することは避けて、私もポケ丼をいただくことに決めました。ロイヤルハワイアンセンターに入っているこちらのポケ丼屋さんは、接客がとても親切ですし、ヘルシーで美味しくて、ハワイの中心地の中では価格もリーズナブルでおすすめです。
かかっているソースの味やカリカリのオニオンなど入っている具材が絶妙で美味しかったです。ポケ丼屋さんのお隣のお店でフォーも買ってきました。マックスマーラとルイ・ヴィトン、ティファニーの並ぶ交差点を曲がり、元来た道を通ってホテルへと帰りました。お部屋に着いてテーブルにディナーを並べ始めたのが21時頃。チェックイン日にウェルカムドリンクとしていただいたスパークリングワインを開けて夜景を見ながらテラスでディナーをいただきましょう。過ごしやすい気候で最高です。ワイキキは夜景も綺麗ですよね。今夜は満月でした。22時頃、20発以上の銃声が響き、間もなく大量のサイレンが到着しました。現場は先ほど3回通り過ぎたマックスマーラとルイ・ヴィトンのある道です。銃声やサイレンの音を動画に入れるのは嫌でしたが、これが皆様の記憶に残り、安全な行動を選ぶことにつながれば幸いです。事件の詳細は分かっていません。ワイキキのメインストリートで自分たちも巻き込まれる可能性が十分にありました。ハワイは暖かく和やかな雰囲気で、広い世界の中では治安の良い部類に入るかもしれません。しかし冬でも暖かいハワイにはホームレスが多く、薬物中毒者も珍しくありません。コロナの影響で失業者が増えたこともあってか、今までハワイへ渡航した中で一番治安の悪さを感じました。日本は恵まれています。私たちの普通は世界の普通ではありません。国外へ出たら警戒しすぎるくらいでちょうどいいです。いつも安全で楽しい旅行にしていきましょう。おはようございます。ただいま午前6時50分。丸一日何かできるのは今日で最後です。日の出を見たくて早起きしました。ダウンタウンの方に気になっていたカフェがあるのでバスで行ってみます。ザバスを利用して30分ほど。ザバスは距離に関係なく1乗車につき大人1名の運賃が3ドルです。自分の降りたい停留所のアナウンスが流れたら紐を引っ張ってお知らせします。ザバスはオアフ島の中を移動するのにとても便利ですので、海外でレンタカーをすることが不安でしたらバスを利用するのがおすすめです。アメリカの歴史登録財になっているハワイの溶岩石で作られた貴重な建物です。イギリス風のブランチバー、ポットモアを訪問しました。私たちがいただいたものをご紹介いたします。コーヒーは職人が厳選した粉コーヒー。粉コーヒーは世界三大コーヒーの一つです。インスタグラムでお店に来られた方の投稿を検索して注文する食べ物を考えました。フライドチキンとトロトロ半熟の目玉焼きがミルク風味のビスケットでサンドされています。しかもソースはトリュフとベーコンのグレイビーソース。こ
ちらはクリスマスの朝食という名前のついたメニュー。外はカリカリ、中はしっとり焼かれたハッシュドポテトに自家製のスモークサーモンと半熟卵が乗っています。かかっているのはクリーミーなオランデーズソースです。ビールを混ぜた衣をつけて周りをサクサクに揚げた半熟卵と、下にはいろいろなキノコ、ブルーチーズとトマトが敷いてあります。チップと税金も入れて合計は 13,766 円でした。全部ものすごく美味しかったですし、お店が可愛くて店員さんが親切で最高のお店でした。帰りは1時間ちょっと徒歩で帰ります。無事にホテルへ帰ってきました。何ヶ月も前から最終日は大好きなレストランに予約を入れていました。1976年創業、ハワイで最も格式のあるステーキハウスとして知られるハイズステーキハウスでは、ハワイ産のキアベという木の炭火で焼かれた最高級のお肉を楽しめます。まずは泡で乾杯。グラスワインの種類も豊富です。特製のチーズブレッドは口にするとみんなが虜になります。単品で好きなものを注文しました。アメリカのメイン州で収穫されたホタテの炙り焼き、アスパラを生ハムで巻いたものなど、細かいところまで美味しいです。以前こちらに訪れた際も大絶賛していたオニオングラタンスープ、お願いすると2名分に分けて用意していただけます。サラダはスタッフの方が仕上げにテーブルでチーズを削ってくださいます。ブルーチーズの濃厚なドレッシングが絶品で、それがちゃんとレタス一枚一枚の間にも丁寧に入っています。そしてメインディッシュのお肉料理です。ハワイ産の香木キアベは香りが良く、備長炭のようにぎっしりとした密度のある木で、赤外線による安定した火力により柔らかく、そして豊かな味わいに焼き上がります。フィレミニヨンはフィレの一部の高級な部位。柔らかい身質のため分厚くカットして贅沢にいただきます。ソースはトリュフデミグラスソースでお願いしました。付け合わせも自由にカスタマイズできます。すべて最高の美味しさで、接客もよく大満足です。ごちそうさまでした。チップと税金を含め合計5340円でした。ちなみに私は基本的にレストランでのチップは 20% つけています。11時半の飛行機のために9時半には空港入りをしたいので、9時にチェックアウトをします。トランプホテルの24時間日本語対応は助かりました。行きと同じで Uber を自分で呼びました。価格が安い上に行き先をネットで指定できるので会話が不要ですし、ネット決済のためクレジットカードをスキミングされるリスクもありません。無事にホノルル国際空港へ到着しました。ラウンジを堪能してフライングホノに乗り込みます。ANA の
のファーストクラス、ビジネスクラスを別の動画で詳しくまとめています。終了画面または概要欄のリンクからご覧くださいませ。無事に帰国しました。今回の旅行のご紹介はいかがでしたでしょうか。また新しい景色を皆様へお届けできますように頑張ります。皆様からの温かい応援メッセージがいつも励みになっています。本当にありがとうございます。それではまたすぐお会いしましょう。